であんなこと。あのトールの像はオーディンが建てたものなんじゃ。ヨルムンガンドがあの筋肉バカを心底目の敵にしとることから察するに、見るのも嫌だったんじゃろ。でも飲み込むなんて。まああやつとトールには浅からぬ因縁があるからの。ああ、それは先の話か。とにかくあやつにしてみればそれが石像でもトールを丸の店には気が済まんかったってことじゃ。聞いてみるか。聞くのはヨトゥンヘイムへの道だ。さあやってみるかの。あうゆむひみみ。通じる通じる。わしのことも覚えた。それはああ、これは違う。ああ、もうくんのふんとんくんあおディアルエエコのすんのぶんおる。事情を話したんじゃ。助けてくれる。ふにうふんぐ。ほほう。なんだ。おー、気にせんでいい。何してるの？わしらを案内してくれてるんじゃ。よーく聞くんじゃぞ。巨人の国へ行くには2つやることがある。まずヨトゥンヘイムへの道を開く旅のルーンを学ぶこと。そしてそのルーン文字を旅の門に刻むんじゃ。ミーミルがいたあの山頂の門？その通り。じゃが無限の知恵を誇る巨人はそこらにあるのみでは文字を刻めんようにしたのじゃ。門を開くには魔法ののみを使わんといかん。じゃがのみのありかは知っとる。そう遠くはない。ちょっと怒ったような気がした。それはのオーディンの仲間と言ってしまったからじゃ。すまんな。シラフでは使わん言葉じゃからの。ほら見て、また水位が下がった。世界の塔や像がもっと見えるよ。探検できそうなところも増えたね。のみはどこにある？ひとまず船へ、それからじゃ。船に戻ったら魔法ののみを探しに行くか、少し探検するか。僕はどっちでもいいよ。のみはどこにある？漕ぎ手の像の間を通り抜けるんじゃ。のみはその先にある。ミーミル、フレイヤに唾を吐かれた理由は何だったの？それは今のフレイヤの辛い状況を作り出してしまったのはわしのせいでもあるからの。それはアース神族とバン神族の長き戦争まで遡る。その昔アース神族は戦えば無敵じゃった。じゃが長き戦争でバン神族という強敵とぶつかったんじゃ。話はもう終わりだ。歩いている間は旅に集中しろ。まったくその通りじゃ。この続きは後じゃ。どうしてこんなに早く行ってしまったんだ。そこのあなた、聖ある者よ。愛するグルベイグが呼びかけている。安らかに眠りたいと。しかし彼女の骨はバラバラだ。お願いだ。彼女を元通りにしてくれないか。骨を集めてくれってこと？グルベイグのセイズ呪術に限界はない。死者と再会することすら可能だぞ。本当？どうやって？聞くな。あなたも悲しみを抱えているな。信じてくれ。彼女の強力な呪術で生と死の間に架け橋を作れる。短い間だけだがな。聞くな。行くぞ。あいつらはグルベイグの骨を3本奪い湖にばらまいたんだ。骨を見つけてくれれば必ずや報われよう。頼む。この世界のためにも愛しのグルベイグを救ってくれ。よし、いいぞ。この門を越えたところにのみがある。
集中するんだ。探しているそののみは一体何だ。よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわい。その昔サムールという巨人がおった。とてつもなく巨大な巨人じゃ。その巨体とは裏腹にサムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておったが、若いフリムスルは戦士の心を持っとった。父が恐れを抱いておったのか、息子に恐れがなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーッと息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。恥と後悔からサムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくと水ガルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。悲しきかな。その夜家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのはトールじゃ。それでどうなったの？じきにわかる。トールがやった。そんな村の上に倒れたの？そう、蛮神族の神ニョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。トールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。ウルバ。危険な化け物だ。一緒に奴を倒すぞ。巨人ののみ。その先端がいる。それは大きなのみじゃぞ。巨人の指輪にある大きな結晶を見て。スルーム。ダメだ、何も起こらないね。おお、なかなかのもんじゃ。ありがとう、やったね。生き残った人たちは？ああ、サムールは下の巨人でな。死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。サムール。のみの先端を探せ。巨人ののみが必要じゃ。やった。読めるか。わかった。海の恵みをニョルズに捧ぐ。ニョルズは漁のために風と海を沈めていたと信じられておるのじゃ。じゃから漁師に愛され崇拝されとった。どう降りるの？考えがある。まことか？驚くことではない。悪気はないがの。ミョルニルを手にしたトールでもあの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見ものじゃの。すごい戦いでしたね。ふん、うわあ、ほんと。さあ、どうぞ。ああ、もったいない。せっかくのリンゴ。今までどこにいた？隠れ場所などないはずだ。ああ、それ。私たちの特技でしてね。自分の身を隠せるんです。透明になれるの？世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか。皆さんの脳はこれを理解できませんから。何も見えなくなる。こうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんです。まあドラゴンにはバレちゃいましたがブロックがシンドリのこと心配してたけど元気そうだね。ブロックが私のことを？酒臭くありませんでした？またブロックがいじってる。まったくもう。湖でブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして集中しないといけませんからね。